山田さん、すごく嬉しそうですね。何かいいことがあったんですか？実は最近猫を飼い始めたんです。見てください。わあ、すっごく可愛いですね。はい。もう可愛くてしょうがないんです。可愛くてしょうがない？どういう意味でしょうか？皆さんこんにちは、ともみです。今日は、しょうがないという文法について説明します。しょうがないという日本語もすごく大切ですから、今日はこのような流れで話します。皆さんはしょうがないという日本語を聞いたことがありますか？これは日本人がよく使う日本語の一つです。まだ N3 の勉強をしたことがない人にもぜひ覚えてほしい日本語です。しょうがないはもともとしようがない、他に方法がないという言葉から生まれた日本語です。今では他に方法がないから諦めるしかない、怒っても意味がないので許すしかない、悪い状況を受け入れるしかないという意味で使います。気持ちを変えるときによく使います。ネガティブなニュアンスはあまりありません。ですから私はしょうがないという言葉が大好きです。それから仕方がないという言葉もあります。これも同じ意味ですが少しフォーマルなので会話の時よく使うのはしょうがないです。しょうがないを使う場面をいくつか考えてみました。イメージしやすくするためにイラストも用意しました。はい、見てください。このように家族の誰かがポケットの中にティッシュを入れたまま洗濯してしまった時、洗濯物はこのようにティッシュだらけになって絶望的な気持ちになります。怒りたい気持ちも湧いてきますね。でもこんな時しょうがない、もう一回洗い直そうと言います。もう一つ、ファーストフードのドライブスルーで飲み物を買ってストローが入っていなかった時、誰にでも間違いはあるし、まあしょうがない、このまま飲もうと言います。このように諦めたり悪いことを受け入れて前に進もう、次のことを考えようという時に使ってみてください。しょうがないは私にとって気持ちを変えたい時の魔法のような言葉です。はい、では次はしょうがないという文法について説明します。い形容詞とな形容詞、時々動詞の形と一緒に使います。い形容詞の形はわかりますか？い形容詞の形はいを取ってくてをつけます。な形容詞はなを取ってでをつけてください。意味はすっごく、非常に何々という意味です。でもさっきしょうがないという日本語について説明しましたよね。しょうがないはもともと他に方法がないという意味の日本語でした。ですからこのしょうがないという文法は気持ちのコントロールができないぐらい非常に、すごくと言いたい時に使う文法です。一緒に使う言葉はこのように気持ちや体の感覚に関係する言葉だけです。動画の最後によく使う単語のリストを用意してありますから後で確認してみてください。すっごく食べたい、めちゃくちゃ食べたい、食べたくてしょうがない。似ている表現はいろいろありますから何が違うか考えてみました。
はい、このイラストを見てください。食べたくてしょうがないは、食べたい気持ちが強すぎてコントロールできない、もう爆発しそうなイメージです。そのぐらい強くそう思ってると言いたい時に使います。自分が伝えたいイメージによって使う言葉を選んでみてくださいね。では次は実際に例を見ましょう。男性がサッカーの試合について話しています。リーさん、昨日のサッカーの試合見ましたか？山田さん、見ましたよ。最後の1分で負けてしまって悔しくてしょうがなかったです。気持ちがコントロールできないぐらい悔しかったというイメージです。こんなイメージですね。このようにこの文法を使うと、気持ちがコントロールできないぐらい悔しかったというイメージが相手に伝わります。次の例です。飼っている猫が可愛くてしょうがないです。このように猫が可愛すぎて気持ちがコントロールできないというイメージです。猫を飼っている人なら気持ちがよくわかるかもしれませんね。ここからは練習問題です。1番と2番はいい形容詞プラスてしょうがないの形を使って文を完成させてください。はい、ではもう少し時間が欲しい人はここで動画を止めて考えてください。1番の答えを見ます。お昼ご飯を食べ過ぎて眠くてしょうがない。お昼ご飯を食べ過ぎて眠くてしょうがない。皆さんもこんな経験がありますか？私は会社で働いていた時、時々こんな状態になりました。仕事が全然できないほど眠くなると本当に困りますよね。皆さんは眠くてしょうがない時どうしますか？よかったらコメントで教えてくださいね。では2番。花粉症のせいで目がかゆくてしょうがなかったのでドラッグストアで目薬を買いました。花粉症のせいで目がかゆくてしょうがなかったのでドラッグストアで目薬を買いました。花粉症というのは日本では杉の木などの植物の花の花粉のせいで目がかゆくなったり喉が痛くなったり鼻水が止まらなくなったりする症状のことです。日本では毎年3月から5月ぐらいの間、花粉症で苦しむ人が多いです。今回括弧の中はかゆくてしょうがなかったのでと過去形にしています。かゆくてしょうがないのでドラッグストアで目薬を買いましたと書いた人もいるかもしれませんね。かゆくてしょうがなかったのでドラッグストアで目薬を買いましたという方が自然な日本語になります。ドラッグストアというのは薬を中心にいろいろな生活に必要なものを売っているお店のことです。はい、では次は3番4番です。3番4番はな形容詞プラスでしょうがないを使ってこの文を完成させてください。はい、ではもう少し時間が欲しい人はここで動画を止めて考えてください。では答えを見ます。明日から1週間出張に行くのが嫌でしょうがない。明日から1週間出張に行くのが嫌でしょうがない。出張というのは仕事でどこか少し遠くの場所に行くことですね。皆さんも会社で働いていて外国に出張したり国の中の遠い場所に行ったりしたことがあるかもしれません。それは出張と言います。皆さんは出張に行くのが嫌ですか？
私は出張に行ってくださいと言われたらすっごく嬉しかったです。でも飛行機や新幹線などの乗り物が好きじゃない人は嫌でしょうがない、本当に行きたくないと思うかもしれませんね。はい、4番。明日ディズニーランドに行くのが楽しみでしょうがない。明日ディズニーランドに行くのが楽しみでしょうがない。皆さんは今すっごく楽しみでしょうがないことはありますか？もしあったらそれもコメントで教えてくださいね。5番6番は動詞の手形プラス定称がないを使って文を完成させてください。はい、ではもう少し時間が欲しい人はここで動画を止めて考えてください。では5番の答えを見ます。明日初めて JLPT を受けるので緊張してしょうがないです。明日初めて JLPT を受けるので緊張してしょうがないです。皆さんはテストを受ける前の日、眠れないほど緊張しますか？緊張してしょうがないとき、どうしますか？私は運動したり、お風呂に入ったりして気持ちを落ち着かせます。では6番。山田さんは JLPT の結果が気になってしょうがない様子です。山田さんは JLPT の結果が気になってしょうがない様子です。皆さんも経験したことがあるかもしれませんね。気になってしょうがないというのは、知りたい気持ちが強すぎて、仕事や勉強など他のことが全然できなくなってしまう状態のことです。手形プラスしょうがないの文法と一緒に使う言葉をリストにしました。ここに書いてある単語だけではないですが、まずこのリストにある単語と一緒に使えるようにしましょう。はい、では今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。お疲れ様でした。